こんにちは、コスプレイヤーの逆ヨガだよ。今回は呪術廻戦に登場する呪具戸様を作ってみました。こちらの呪具戸様ですが、登場するなりすぐに折れちゃって、大した活躍のないまま退場となった武器となっておりますが、個人的にはその一瞬の登場っぷりが割と印象的なので作ってみようかなと思って今回作ってみました。それではみんなで作ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。型紙を使ってその形に切り出していきます。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、手芸店、通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄で型紙のリンクや COS ボードの販売店を詳しくまとめてます。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まずは刃を組み立てます。COS ボードのパーツと工作用紙のパーツを瞬間接着剤で接着します。この先、瞬間接着剤を多用していきますが、100均のもので構いません。しっかりと塗り伸ばしてから貼り付けましょう。さらに先ほど貼り付けたものの上に工作用紙のパーツを接着します。このパーツの存在意義ですが、後ほど刃を斜めにカットするシーンがあるのですが、その際に中央の位置が分かりやすくなるように、その目安として貼り付けるものです。そして再び COS ボードのパーツをもう1枚接着します。細い園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ノコギリで程よい長さに切ります。ちなみに中身はグラスファイバーという素材が入っていてとても丈夫です。カットした園芸用の棒をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買えます。後々ずれてこないようにきっちりと隙間をグルーガンで埋めておきます。棒を接着し終わったので工作用紙のパーツをもう1枚接着して蓋をしてしまいます。刃を斜めに切るために、まず型紙を使って切り出し位置をマーキングします。マーキングを元に刃を斜めに切っていきます。こういった切り抜きの際は、オルファーの特選黒刃というものを使うと切れ味がいいのでとてもやりやすくなります。ホームセンターで売っています。これで刃の組み立ては完了です。逆ヨガ！呪術廻戦の動画は他にも色々あります。この動画の後にぜひ他のも見てってくださいね。柄を組み立てます。まずは COS ボードのパーツ2枚を瞬間接着剤で接着します。グルーガンを使って刃の棒部分へと接着します。蓋をするような感じでもう1枚 COS ボードのパーツを上から接着します。角が立ったままだとおかしいので、角をカッターナイフで削り落としていきます。こういった場合も黒刃があると便利ですね。オルファーの黒刃は特級呪具認定してもいいと思います。戸様では特級呪霊には対抗できませんでしたが、オルファーの黒刃なら勝てるかもしれない。木目を再現します。細い切れ込みを何箇所か入れていきます。これも黒刃だとやりやすいですね。てなわけで組み立て完了です。次は塗装だよ。逆ヨガ！動画で説明しきれてないことや型紙データをサイトにまとめてます。これから作る方はサイトもご覧ください。アドレスは動画の説明欄にあります。塗装時の持ち手として COS ボードの切れ端をグルーガンで接着しておきます。これは塗装後にカットして片付けます。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。
造形ベースが描いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで黒を塗装します。ラッカースプレーはホームセンターで買ったものです。続けて暗めの銀色を塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットにマスキングテープをいくつか貼り付けて、型紙を使ってマーキングしていきます。左右1枚ずつ必要ですので2枚マーキングします。それをカッターナイフで切り出します。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。というわけで貼り終わりました。マスキングし終わったので、今度は銀色を刃に塗っていきます。これもラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗り終わったのでマスキングを剥がします。綺麗に塗れてるかな？ドッキドキの瞬間！さあどうだ？いい感じ！ここからは瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆、そして布やティッシュを使います。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布やティッシュである程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方をドライブラシと呼びます。この塗り方で塗るとベースとなっている色が程よく残って深みのある色合いになります。簡単にできますので、ぜひ皆さんもやってみてね。使っている塗料のミスターカラーはプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具などを使う場合でも OK です。いい感じの風合いに仕上がりました。逆ヨガ、Twitter やサブチャンネルも見てね。白い合皮を帯状にカットします。合皮は手芸店で買ってきました。それをグルーガンで刃の根元に貼り付けていきます。フェイクファーを切ります。フェイクファーを切るコツですが、裏を向けて少し宙に浮かせた状態でカッターで切っていくと余計な毛を切らなくて済むので綺麗に切り落とせます。これもグルーガンで刃の根元のあたりに接着します。フェイクファーも手芸店で買ったものです。これにて戸様本体は完成だよ。全長は42センチ、重量は 96g となっております。中にグラスファイバーの棒が入っているので丈夫ですが、特級呪霊に対して使うとすぐに折られちゃうよ。茶色の合皮をパーツより大きめにカットします。ボンド G17 を使って接着します。ボンド G17 はホームセンターや100均で売ってます。僕はホームセンターで管理の商品を使ってそれを別の容器に移し替えて使ってます。ドレッシングを入れるボトルに入れ替えて使うと非常に使いやすいです。たくさん使うという方は缶を買ってそういったドレッシングのボトルに移し替えて使うといいと思います。一通り貼り付けたら今度は端を貼り付けます。端に塗って端の合皮を折り返していきます。ボンドがしっかり乾いたのを確認してミシンで縫っていきます。ミシンはこんなものを縫うために存在しているわけじゃないので、こんなものを縫っていいのかどうかは果たして謎です。ミシンの寿命が縮まってもいいという方だけ真似してください。普通に接着剤で貼り合わせるだけでもいいと思います。僕は見た目がそれっぽいかなと思ってミシンで縫いました。綺麗なマードと雰囲気がおかしいかなと思ってエアブラシでほんのり黒をのせていって黒ずんだ感じに仕上げていってます。というわけでこれで一通り完成です。鞘の全長は30センチ、重量は 52g となります。一通り作るのにかかった制作時間は4時間、材料費は1000円となります。質問があればコメントでお気軽に書き込んでくださいね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。次の動画でお会いしましょう。